皆さん、日本にいる韓国人ってみんな同じなんでしょと思ってませんか？それ違うんですよ。日本にはコリアンと呼ばれる人たちが少なくとも5つのタイプに分かれています。なぜそんなに複雑なのか？韓国で19年、日本で10年近く暮らしている韓国人の僕だからこそこの話をできるかもしれません。今日は5種類の韓国人を見ていきます。1つ目、ニューカーマー。2つ目、韓国民団系。3つ目、北朝鮮、朝鮮総連系。4つ目、どちらでもない朝鮮籍。5つ目、帰化した日本人系です。まず一つ目はですね、ニューカーマー系です。これ皆さんの周りにもいるザ・韓国から来ましたよ系ですね。一番多いと思いますし、僕もこのカテゴリーです。1980年代以降、日本へ来た韓国人、留学生、会社員、IT エンジニア、研究者。この人たちは在日コリアンと呼ばれる人たちとは全く違います。とにかく韓国との距離が近いんですね。韓国で生まれ育つ。親も韓国、友達も韓国、ニュースも韓国、韓国語は便利。韓国的な考え方、価値観が残っている人たちです。皆さんご存知の通り、日本と韓国全く違うじゃないですか。日本と会う人は残りますし、会わない人は韓国に帰ります。だいたい5年を超えていくと、定住する確率は高くなりますね。また、日本で家族ができた人も定住していきます。次に2つ目、韓国民団系です。実は日本人がイメージする在日2世、3世に一番多いのがこの人たちです。戦後の在日コリアンで、私は韓国籍を選びますと決めた人たちや、その子孫が中心です。支援団体は民団、正式には在日本大韓民国民団と言います。韓国籍のまま特別永住者として日本で生活している人が多いです。韓国の大統領選挙では日本から在外投票に参加できます。ただ、ここで勘違いしてほしくないことがあります。韓国系だから日本が嫌いという話ではないんですよ。日本が好きの方が僕は圧倒的に多いと思いますし、なんなら韓国と日本に対して何の感情も感じない人もいます。実際のは日本で何十年も暮らし、日本社会で働き、日本に税金を納め、日本を生活の基盤としている人たちです。もちろんそうではない人もいると思うんですけれども、犯罪を起こす人の方は圧倒的に一部だと僕は思っています。だって犯罪を起こして捕まったら追放なんですね。で、韓国籍を維持する理由も人それぞれです。家族との関係、相続、韓国での権利、アイデンティティ、理由は一つではありません。つまり国への気持ちまで決めつけることはできないと思います。続いて3番、北朝鮮系です。ここは誤解がとても多いポイントです。そして一番難しいです。朝鮮総連、朝鮮学校と聞くと、この人北朝鮮大好きで、北朝鮮の人なんだと思う方も少なくないんではないんですかね。もちろんね、そんな人もいます。でも、100% ではないってことが大事です。これが多いか少ないかまではわかんないんですけども、少なくても100% ではないです。戦後、日本に残った在日コリアンは母国の選択肢を大きく2つに分けることができました。それが韓国と北朝鮮ですね。ここで北朝鮮がですね、1950年代から70年代まで戦後すぐに莫大なお金を日本に送り、在日コリアンをサポートしてきました。朝鮮学校を間接的に運営して北朝鮮との交流も続けてきました。だって未だに朝鮮学校は全国で数十校も運営されています。一方で韓国学校は数校しかいないんですね。これは今韓国が豊かになった現在数校しかいないということです。昔に北朝鮮や旧朝鮮というアイデンティティで生きていた人たちは朝鮮学校に通うこともありました。そしてその人たちがまだ自分の子供を朝鮮学校に通わせる場合がありました。そんな中でですね、北朝鮮が好きになった方もいれば、北朝鮮に興味がない人もいて、韓国が好
好きな人もいて、どちらとも特に興味はなくて、日本でいいかなっていう人まで、本当にいろんな人がいるんですね。で、ここでさらにややこしいのが、韓国籍の人がいるんですよ。朝鮮学校の中にですね。僕の理解としては、半分近く、もしくは半分以上というのは、韓国籍です。これね、難しくてですね、韓国に生まれた韓国人は、朝鮮総連との関係性を持つのが禁止されています。でも在日コリアンって今説明した通り特殊な事情だから、韓国籍だけど、朝鮮総連とか、朝鮮学校と関わることができてたりするんですね。で、もっとややこしいのはですね、北朝鮮籍の人もいるんですよ。でも、北朝鮮は韓国も日本も国家としては認めていません。日本の中で北朝鮮籍というのは非公式的な国籍なんですね。だから日本に住んでいるのに、非公式的に北朝鮮籍パスポートを持っている人もいます。でもこれおそらくごく一部だと思うんですけどね。そして4番目、朝鮮籍ですね。北朝鮮と朝鮮籍の違いって何なのって思う方いますよね。これは日本人にも韓国人にも誤解されやすい存在です。実は朝鮮籍というのは北朝鮮籍という話ではないです。朝鮮籍というのは無国籍です。これ本当に重要なポイントでして、日本政府の扱い、考え方としては、朝鮮籍というのは現在存在する国籍ではなくて、朝鮮半島出身ですよという、昔の歴史的な表示、区分というものに近いんですね。旧朝鮮という国は今ないじゃないですか。だからその旧朝鮮からの人を朝鮮籍ですね。でも朝鮮籍は無国籍ですね。みたいなちょっとややこしいんですけど、そういう考え方なんです。ちなみに韓国では、旧朝鮮をそのまま承継していると主張していて、北朝鮮も同じようなことを主張しています。僕はもちろん韓国人なので、旧朝鮮は韓国になっているという考え方なんですけれども、もろもろ複雑ですよね。だからこの朝鮮籍だから北朝鮮好きですよでもなく、韓国好きですよでもなく、もうどうでもいいですみたいな人もここにもいるわけなんですよ。朝鮮か北朝鮮と韓国になったわけですので。でも、これね、ややこしいのは制度上特殊ですね。韓国のパスポートも日本のパスポートもないですね。だから、海外旅行とか再入国では通常と異なる手続きが必要になることがあります。一方、先ほど言った通り、朝鮮籍だけど、非公式的に北朝鮮籍を持っている人もいるでしょう。ちょっとわかんないんですけども、数名くらいしかいないかもしれないですけども、いるにはいると思います。で続いて最後5つ目です。これも日本人系、つまり帰化した人ですね。帰化するにはいろいろな理由があると思います。基本的にはですね、日本で一生生きていくを決めた人たちが帰化するというふうに考えております。今の基準だとですね、日本に少なくても10年近くは住んで、ちゃんと働いて、ちゃんと税金払って犯罪歴がない人が審査を受けて帰化が承認されるイメージですね。で一方、永住権というのもあるんですけれども、永住権は選挙権を持ったりとか、国家公務員になれなかったりとかしていて、永住権もこれは許可なので、正確には永住許可なので、可能性もすごく低いとは思うんですけれども、日本から出てくださいって言われたら出るしかないんですね。でも、日本国籍を取ったっていうことは、そういうことはできないです。もう、日本さんと同じ日本人ですから、日本人が犯罪を起こして日本から出ていってとかではないんですよね。そのようなイメージだと思います。で、3世、4世になるとですね、韓国全く話せない人の方が多くなってきます。そうなると、キムチより納豆とか、韓国に行ったことないとか、韓国語喋れない、韓国歴史1ミリも知らないみたいな2世3世とかになる、皆さんと同じように日本社会で生まれて、日本の小学校、中学校、高校、大学通って日本人たちと交流していると、これはもう完全に日本人になるんですよ。ある意味当たり前だと思うんですけれども、過去のルーツが韓国だったから、日本人と住んでいてもそれが残っているっていうのがかなり薄くなっているんですね。だから韓国の価値観とか情報が入る隙間がなくなるということです。最後にですね、この動画で一番伝えたかったことがあります。在日コリアンとか日本に住む韓国人という言葉は一つの民族を表しているようで、実際は全然違います。韓国系、北朝鮮系、朝鮮籍、もう歴史も国籍も育った国も考え方も話す言葉も全部違うんですね。
だから在日はとか韓国人はとまとめてしまうと本当の姿は見えなくなります。日本人は優しいって、まあそれはそうなんですけれども、これも人によるんじゃないですか。だから在日は何々と言っても、マジで人それぞれの背景がめちゃくちゃあるんですね。だからこそ日本の皆さんにもこういった韓国人事情とか在日コリアン事情も正確に知ってほしいと思いました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。以上パクでした。アニョ。